はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。先ほどですね、公認会計士の受験申し込み無事完了しました。受験料もねしっかりと納付して、あとはねしっかりと勉強して本番を迎えるだけなんですけど、それがね一番大変ですよね。これからねしっかりと勉強していくわけですけど、今回ですね公認会計試験の質問がかなり多かったので、その質問に順番に答えていこうと思います。それでは1問目、免除制度使いますか？これ一番多かったんですよね。司法試験に受かってる人ってかなりね試験科目が免除されるんですよ。例えば担当式試験と論文式試験の担当の方が丸々免除されたりするんですけれども、今回は免除は使いません。公認会計試験にね真っ向から挑んでいこうと思います。試験日はいつですか？担当式試験は5月29日で、論文式試験は8月19から21日の3日間です。いわゆるね58目標ってやつなんですけど、時間が本当にないです。模試は受ける予定ありますか？受けます。4月とね5月に CPA 会計学院っていう今通ってる予備校の模擬試験にね申し込みました。その結果だったりねっていうのは随時報告していこうと思います。公認会計士の試験って何科目あるんですか？科目はですね分け方によるんですけど、財務会計論、管理会計論、企業法、監査論、租税法、あとは選択科目ですねの6科目あります。僕はね選択科目は統計学と迷ったんですけど経営学にしました。ちなみにね勉強の進捗としては、財務会計論は一応一周触れて、あと最近ね管理会計論と監査論の勉強を同時並行で始めたっていう感じで、かなりヤバめです。1日何時間ぐらい勉強してますか？日によるんですけど、だいたい1日10時間ぐらいですかね。だいたいね公認会計士に受かるためには4000時間の勉強が必要とされてるんですけど、短期合格ねするためにはそれぐらいは勉強しないとっていう感じですね。公認会計士の勉強は楽しいですか？めちゃめちゃ楽しい。だからね10時間1日勉強しても苦じゃないっていうのはありますね。あとね勉強の内容っていうのがもう完全にビジネススキルに直結するので、そういった意味でもすごく勉強のやりがいをね感じてますね。本番までの勉強プランを知りたいです。普通はですね担当式試験のね勉強をしっかりして、担当に受かってから論文式試験のね勉強を始めるんですけど、僕はですねもう時間もないので、もうこういった論文対策集とかを使って論証とかを最小限書けるようにしながら勉強を進めていますね。あとはですね結構難しいんですけど、例えばここにねある計算コンプリートトレーニング、通称コントレと呼ばれてる教材があるんですけど、それをね最近手つけ始めたって感じですね。いろんな人がねこれさえやれば計算に関しては大丈夫っていう風にね言っているので、それを信じてやってるんですけど、いかんせん難しいけど難しいから楽しいですね。実際自分の性格的にも簡単な問題を何周もやって、基礎を固めていくっていうのは僕的にはちょっと飽きちゃうので、応用問題にね取り組みながら基礎を固めていってるっていう感じですね。なので、コントレをね回しながら、あとは論文ね書けるようにして、担当の直前期に担当式特有のね知識っていうのをひたすら詰め込んでいくというのが今のところの勉強プランです。とりあえずねまずはね講義動画をなるべく早くね見切ろうと思います。もし試験に受かったら実務修習に行きますか？行くと思います。公認会計士は試験に受かった後2年のね実務補習を受けて、修了講座に受かったら公認会計士として無事ね働けるわけなんですけど、そのね実務補習が、かなりね融通利くらしいんですよ。例えばね副業も OK だったり、学生の人も受けられたりとか、例えば弁護士のね修習とかっていうのは副業禁止規定があって、今やってることっていうのを一旦やめなきゃいけないんですけど、公認会計士はそんなことはないらしいので、おそらくね実務補習行くんじゃないかなと思ってます。好きな論点はありますか？これはね間違いなく連結です。もう計算が楽しい。あとは最近始めた管理会計論はかなり計算もねシステマティックですごく面白いです。ぶっちゃけ受かりそうですか？これはね受かると思ってるから受けるわけで、信じられるのは自分だけなんで絶対に受かります。はい、ということで公認会計士に関する質問にたくさん答えてきましたが、まだね申し込んだだけでこれから受験勉強ね始まっていくので、これから頑張っていこうと思います。一緒にね試験受けられる方は頑張っていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。